はい、今回はファイターマグナム VFX を改造していきます。ボディは一時期再販されたものを使っていますが、レッツエンドゴー時代の作風を再現する目的で、当時のスーパーワンシャーシを用意しています。スモークの A パーツと黒いシャーシはアストロブーメランやブーメランガンマに使われていたもので、ファイターマグナムとも割と販売時期も近いと思うので雰囲気は合っていると思います。まずは台形ホイールをつける目的で、カウルのアーチを削る作業からスタートします。見ての通りこのままだとタイヤがカウルに当たっているんですね。フロントカウルは外側に向かって斜めに上がった形をしているおかげで少し削るくらいで収まりそうですが、リアの方はアーチを削るだけだと厳しそうなので、タイヤをスポンジタイヤに変えて薄く削ることで対応する予定でいます。フルカウルマシンの台形化は迫力が増す上に軽量化も兼ねているところがミニ四駆らしいと思うので、個人的にはかなり好きな改造ですね。ファイターマグナムの場合、元から十分な肉抜きがされているので、新たに自分で穴を開ける作業も今回ほとんどなく、いつもより小改造で済んでいます。カウルの形を崩さずに削るとなると、これくらいが限界だと思います。で、これがタイヤサンダーで薄くしたレストンスポンジタイヤを合わせた状態ですね。カウル側とタイヤ側両方を削ってちょうどよく収めることができていると思います。ボディの加工は先ほどのカウルを削った他に、このウィングの位置を少し後ろにずらす工作をしています。これ確かヴァンガードソニックを作った時にも同じことをやってますね。今回スーパーワンシャーシを使うだけではなくて、グレードアップパーツもだいたい95、6年頃によく使われたパーツを付けたいと思っていて、中でもフロント用のスライドダンパーとリアブレーキローラーを選んでいます。フロントスライドダンパーはだいたいビクトリーマグナムの時代に登場して以降、エアロミニ四駆シリーズが始まった第二次ブームの後期まで、コロコロコミックの作例でもたびたび使われた息の長かったパーツの一つですね。で、リアブレーキローラーの方は第二次ブームの初期からあったパーツなんですが、その頃って、実践的なリアステイがまだ少なくて、このリアブレーキローラーとアルミマルチステイっていうのがあったんですけど、大体その二択みたいな時代が結構長かったんですね。実際ビートマグナムの強化リアステーとかリアスライドダンパーブレーキが登場するまでのかなり長い間現役だったパーツなので、レッツエンドゴー世代でこのリアステーを使ったことのあるレーサーは多いと思います。
今エアブラシ周りの環境をちらっと映したんですが、こういうエアブラシ周辺の道具に関して今でも時々どういうものを使ってますかっていう、問い合わせをいただくことがあるんですね。そこで今回中でも今現在使っているコンプレッサーを紹介したいと思います。それがズバリこれですね。クレオスさんのミスターリニアコンプレッサー L5 というもので、こういう箱のパッケージですね。これを選んでいる理由としては、ここにも書かれているように、まずスタンダードなものが欲しかったのと、クレオスさんの塗料を使うことが増えたので、コンプレッサーもクレオスさんで合わせた方がいいかなと思って、条件に合うものを探してこれにたどり着いたんですね。あとはクレオスさんのコンプレッサーの中では安価な部類なので、多分予算と相談したところもあったと思います。この動画の撮影時点で10年以上はお世話になってますね。初めてコンプレッサーを導入する場合、他のものと使い比べるっていうことができない場合がほとんどで、メーカーを問わずとりあえずスタンダードなものを選ぶのが一般的だと思います。このコンプレッサーの商品ページも一応概要欄に貼っておきますので、気になる方はそちらも覗いてみてもらえたらと思います。あと、コンプレッサー周りだとこういうスポンジの防振マットを使っています。コンプレッサーの下に敷いて振動や動作音を軽減してくれるっていう、そういう便利グッズですね。特に硬いテーブルの上で作業していると、こういう緩衝材は欲しくなってくると思います。こういう感じで今簡単にコンプレッサーを紹介したんですが、今の僕の場合、コンプレッサーよりもブースが見てわかる通りだいぶ汚れているんですね。たびたび掃除はしてきたんですけど、ここまで汚れると拭いても落ちないので、さすがに買い替え時かもしれないですね。こういう細かい文字のマスキングも結構久しぶりだと思います。1枚のテープから文字を切り抜いて貼るよりも、意外とこういう切り割りで文字を作った方が綺麗なんじゃないかって思い立って、今回はこういうマスキング作業になっていますね。
この後もう何色かテープを使った塗り分けが続くので、一旦ここで薄くクリアを吹いて色の境を保護しておきます。カラーリングは明るいイメージのまま、元のトリコロールからはずらした色を選んでいますね。